今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。メディテーションと瞑想の物語を聞きながら心地よい眠りへと導かれます。この動画はメディテーションと瞑想、オリジナルストーリーを9話お届けします。当チャンネル眠りの語り部ではあなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではおやすみなさい。心を解き放つ。水木は都会での忙しい生活に疲れ果て、心の安らぎを求めて、幼少期に訪れた山間の村に戻ってきた。村の景色は変わらず、水木は自然の美しさと静寂に包まれながら、幼い頃の記憶が蘇るのを感じる。かつて病弱だった自分が、この村で自然と触れ合い、体調を取り戻した経験が、今でも水木の心に深く刻まれていた。村の風景は、水木を優しく迎え入れ、彼の心に静かな安心感をもたらした。自然との再会を通じて、水木の心は少しずつ穏やかさを取り戻し、村での新しい生活が始まることに期待を抱くようになる。水木は村での日々に少しずつ慣れ始めた。毎朝村の小道を散歩し、澄んだ空気を胸いっぱいに吸い込む。そして夕方には静かな場所を見つけて瞑想を行うようになった。村の自然と共に過ごす時間は水木にとって都市の喧騒から解放される大切なひとときとなった。彼は次第に風の音や鳥のさえずり、木々のざわめきに耳を澄ませることが習慣となり、その一瞬一瞬が彼の心を満たしていった。水木は村の静寂に包まれながら、心が自然と一体となる感覚を深めていくのを感じた。ある日、水木は村の近くの森へと足を運んだ。深い緑に囲まれた森の中を歩きながら、彼は不思議な引力に導かれるように、奥へ奥へと進んでいった。やがて、水木は苔むした石が並ぶ小さな広場を見つけた。そこには年配の女性が住んでおり、彼女は水木を温かく迎え入れてくれた。彼女は森の力と自然のエネルギーを利用した瞑想の方法を水木に教えてくれた。水木は彼女の知識に深く感銘を受け、これからの瞑想の実践に大いに役立てようと決意する。水木は森での瞑想を通じて次第に自らの内面と深く向き合うようになった。瞑想を続けるうちに忘れかけていた記憶や抑えてきた感情が水木の心の奥から浮かび上がってきた。幼い頃に経験した悲しみや喜び、そしてそれらを通じて得た学びが彼の意識に鮮明に蘇った。水木はその記憶と感情を一つ一つ丁寧に見つめ、受け入れ、そして解放していくことで、心の中にあった不安や葛藤が消えていくのを感じた。森の静寂が彼の心を優しく包み込み、水木はこれまで以上に深い平安を手に入れることができた。水木は過去の記憶と向き合い、自然との深い結びつきを通じて完全な内なる平和を手に入れた。彼の心は静かに穏やかに村の静寂と共鳴するように落ち着いていた。村での生活は水木にとってかけがえのないものとなり、彼の心は都市の喧騒から完全に解放されていた。毎日の瞑想を通じて、水木は自然の一部として生きることの喜びを実感し、心から満たされた日々を送るようになった。水木は今、ここで得た平和とともに、人生の新たな章を歩み始めていた。
呼吸とともに。主人公は広大な砂漠を旅していた。かつての科学者としての生活から離れ、心の空虚さを埋めるために、瞑想の旅に出た。乾いた風が顔を撫で、足元には無限に続く砂丘が広がる。オアシスがどこかにあるという話を信じ、心の静けさを求めて歩き続ける。旅は過酷で、日差しが容赦なく降り注ぎ、時折吹く砂嵐が視界を奪った。だが、主人公は瞑想の力を信じていた。心を平穏に保ち、内なる直感を頼りに道を進んでいく。一歩一歩、彼は自分自身と向き合い、心の奥底に眠る真実に近づいていくのだった。遠くにオアシスがかすかに見え始める。旅が続く中、主人公は深刻な水不足に苦しんでいた。持っていた水はすでに尽き、喉の渇きが苛立ちを引き起こしていた。しかし、彼は冷静さを保つことを忘れなかった。乾燥した大地の上で、瞑想を始め、心を落ち着ける。呼吸に意識を集中し、心の中で水の流れる音を思い描く。渇きが心を支配しそうになると、彼は再び深く息を吸い込み、自分の内なる力を信じた。瞑想を続けるうちに、彼の直感が目覚め、砂丘の影にわずかに湿った土を感じ取る。心の静けさが導くまま、彼はその場所へと向かい、ついに水源を発見することができた。それは大きな試練の後の小さな勝利だった。炎天下の中、砂漠の地平線に揺らめく光が見えた。蜃気楼だった。現実と幻想の狭間で、主人公の心は混乱し、惑わされそうになる。それが実在するものか、それとも心の中の幻影なのか、判断がつかない。しかし、彼は急がず、瞑想を通じて、心を鎮めることを選んだ。砂の上に座り、呼吸に集中し、心の中で、真実と幻想を分け隔てる。瞑想を続けるうちに、蜃気楼が徐々に消え、冷静さが戻ってくる。彼は目を開け、自分の前に広がる砂漠を見つめた。蜃気楼は、ただの幻想に過ぎなかった。しかし、この試練を通じて、彼は現実の中にある真実を見極める力を、さらに磨いた。心の中に、確かな信念が根付いていくのを感じる。夜の砂漠は、昼間とは全く異なる顔を見せていた。風の音が砂をさらい、静寂の中に自然の声が響く。星々がきらめく夜空の下で、主人公は深く息を吸い込み、砂の感触を確かめる。風が囁くように、何かを伝えているかのように聞こえる。彼は目を閉じ、耳を澄ませ、瞑想を始めた。風の音、砂の流れ、遠くの動物の足音が、彼の心に調和をもたらす。自然の声に導かれるまま、主人公は自分自身の内なる声と対話を始める。その声は長い間忘れていた彼の真の願いを呼び覚ます。瞑想が深まるにつれて、彼は砂漠と一体となり、自分自身の存在を新たに感じ取るのだった。この広大な砂漠の中で、彼は迷うことなく、進むべき道を見つけ始めていた。長い旅路の末、主人公はついにオアシスへとたどり着いた。そこは砂漠の中にありながら、緑が生い茂り、清らかな水が湧き出る、静寂の地だった。オアシスの静けさに包まれながら、主人公はこの場所の持つ特別な力を感じ取る。瞑想を通じて得た心の平穏が、オアシスの静寂と完璧に調和しているのを実感する。ここで過ごす日々の中で、彼は、この地を守ることの重要性を理解する。かつては訪れるものだったが、今では、この地の守り手としての役割を果たすことを決意する。瞑想を続けながら、彼はオアシスの静けさを保ち、訪れる者たちに安らぎを与えるために尽力することになるだろう。そして、彼自身もまた、この地で心の安らぎを深めていくのだった。瞑想の海へ。
優香は子供の頃から海が大好きだった。波が打ち寄せる音、砂の上を歩く感触、そして風が頬を撫でる瞬間。そのすべてが彼女にとって特別な意味を持っていた。ある日、優香は一人静かな海辺に座り、目を閉じた。波の音が彼女の耳に優しく響き、心の中に広がる静けさに気づいた。その瞬間、優香は初めて波の音が瞑想の入り口であることを理解した。波と心が一体となる感覚を味わいながら、彼女は自分自身の内側に深く入り込んでいった。その日以来、優香にとって瞑想は海との対話のようなものになった。心を落ち着けるたびに、彼女は自然とこの海辺に戻ってきた。そして今、瞑想のリトリートを主催することになった優香は、自分がかつて感じたこの静けさを多くの人々と共有したいと願っていた。優香はリトリートの初日、朝早く目を覚ました。白い砂浜に足を踏み入れ、かつて幼い頃に感じた海の記憶が蘇る。子供の頃、この海辺で何度も遊んだ彼女は、波と遊ぶたびに自分の心が安らぐのを感じていた。その後、成長するにつれて、日常生活の中で感じるストレスや不安から逃れるために、再びこの場所に戻ってくるようになった。彼女が瞑想を始めた理由は、まさにこの海が与えてくれた静寂と安らぎにあった。リトリートの参加者たちが集まる前に、優香は砂浜に座り、目を閉じた。心の中に広がる静けさは、かつて子供の頃に感じたものと同じだった。優香は、その静けさを今度は自分だけでなく、リトリートに参加する人々とも共有しようと決意した。彼女にとって、このリトリートは、ただの仕事ではなく、海と共にある瞑想の旅の延長だった。リトリートの第2日目、優香は参加者たちを静かな海辺に連れて行った。砂浜に座り、目を閉じるように促すと、波のリズムに合わせて、呼吸を始めることを伝えた。波が押し寄せるときに息を吸い、引いていくときに息を吐きます。優香の静かな声が、海の音とともに、心に染み込んでいく。参加者たちは、最初こそぎこちない動きを見せたが、次第に波のリズムに合わせた呼吸法を自然に身につけていった。海の呼吸と自分の呼吸が一体となり、彼らは瞑想の深みへとゆっくりと導かれていく。優香自身もまた波と呼吸のリズムに身を任せ、心が浄化されていく感覚を味わっていた。自然のリズムに身を委ねることで、彼女は日常の喧騒から解放され、心の奥深くにある静寂とつながることができた。この瞬間、優香は波と呼吸が持つ力の大きさを改めて感じた。リトリートが進む中で、優香は自然との一体感がますます深まっていくのを感じていた。朝日が昇る前の海辺で、彼女は参加者たちを静かに導き、自然の中での瞑想を開始した。波の音、風の囁き、そして海鳥の鳴き声。すべてが調和し、まるで自然そのものが生きているかのようだった。優香は目を閉じ、呼吸を深める。心が海と一体となり、波と共に揺れ動く感覚が全身を包み込んでいく。この瞬間、優香はただの人間ではなく、自然の一部であることを強く実感した。その感覚は参加者たちにも伝わり、彼らもまた自分が自然と一体化していることを感じていた。瞑想が深まるにつれて、心の奥底にある感情や思考が解き放たれ、すべてが風と共に流れていく。この一体感は言葉では表現しきれないほどの深い安らぎを優香に与えた。リトリートの最終日、優香は参加者たちと共に最後の瞑想を行うために静かな海辺に集まった。太陽がゆっくりと沈み、空と海が美しいオレンジ色に染まる中、優香は目を閉じた。心が静まり、波の音だけが彼女の意識を包み込む。
波が打ち寄せるたびに、優香の心は海に溶け込んでいくような感覚を味わっていた。すべての思考が消え去り、ただ存在することの喜びが彼女の胸に広がる。この海との一体感は、これまでに感じたことのないほどの深い静寂をもたらしてくれた。優香は心が完全に解放されたことを感じ、これからもこの感覚を大切に生きていく決意を新たにした。参加者たちもまた心に深い静けさを抱えながら、それぞれの日常へと戻っていく。優香は静かに海を眺め、心の中で海に感謝を告げた。静かなる自己との対話。薫は長いキャリアを終え、都会を離れて、田舎の庭園付きの家に引っ越してきた。静かな朝、彼女は庭を散策しながら、自分自身の新しい生活を静かに受け入れていた。庭には色とりどりの花が咲き、緑豊かな木々が風に揺れている。鳥のさえずりや花の香りが彼女の心を穏やかに包み込んだ。キャリアの中で忙しく過ごしてきた日々が今では遠い過去のように感じられる。庭の散策は彼女にとって新しい日課となり、自分自身と対話するための貴重な時間となっていた。自然と一体となることで、彼女は少しずつ心の静寂を取り戻し、今ここにいる自分を感じることができるようになっていく。心の奥底で何かが変わり始めていることに気づいた薫は、この場所で新たな人生を始める予感に満ちていた。ある朝、薫が庭で瞑想をしていると、不意に目の前に一羽の白い鳥が現れた。その鳥は静かに彼女を見つめ、まるで薫に何かを伝えようとしているかのようだった。鳥は庭を飛び回り、時折彼女の近くに降り立つ。薫は、この鳥がただの偶然の訪問者ではなく、何か特別な存在だと感じ始めた。鳥が現れるたびに、彼女の心には新たな気づきが生まれ、瞑想を通じて自分自身の内面を深く見つめ直す時間が増えていった。鳥の存在が彼女にとって心の中の迷いを解き放つための鍵であるように思えた。彼女は毎日鳥が現れるのを待ちながら心の中に浮かび上がる感情や思い出を静かに受け入れていった。白い鳥は薫を導くように庭の奥深くへと飛んでいった。彼女は鳥を追いかけ、これまで足を踏み入れたことのない庭の一角にたどり着く。そこには美しい花々が咲き誇り、小川が静かに流れていた。鳥が示す場所で瞑想を続けると、彼女の心の中に長い間潜んでいた不安や恐れが少しずつ和らいでいくのを感じた。鳥の動きやその静かな存在感が彼女の心に深い変容をもたらしていた。薫は自分がこの庭で得た新たな気づきを大切にしながら心の静寂をさらに深めていく。白い鳥が導いてくれたこの場所が彼女にとって特別な意味を持つようになり、薫はそこでの日々をより一層大切にするようになった。薫は白い鳥の導きに従って瞑想を続け、ついに心の静寂に到達する。鳥は彼女の手の届くところに止まり、静かにその場に止まった。その瞬間、薫は鳥が象徴していたものが自分の内なる静寂であることに気づいた。長年抱えていた迷いや不安がすべて消え去り、心の中には純粋な平穏だけが残っていた。白い鳥はその後、静かに飛び立ち、庭の空へと消えていった。しかし、薫の心には、鳥が与えてくれた静寂が深く刻まれていた。これからも、この静寂を大切にしながら、薫は心の平穏を保ち続けていくことを決意した。彼女は新たな人生を、この静かな庭で過ごすことに、心から満足していた。
薫は白い鳥の導きに従って瞑想を続けた。ついに彼女の心は深い静寂に包まれる。鳥は彼女の手に止まり、静かにその場に佇んでいた。薫はその瞬間、鳥が自分の内なる静寂を象徴していることに気づく。長年の迷いや不安が完全に消え去り、彼女の心には純粋な平穏だけが広がっていた。白い鳥はその後、薫の手から静かに飛び立ち、青空へと舞い上がっていく。鳥が姿を消した後も、薫の心には深く刻まれた静寂と平穏が残っていた。彼女は庭を見渡しながら、これからの日々を、この静かな心で過ごしていく決意を新たにする。その瞬間、薫は完全な満足感と心の安らぎを感じ、これからの人生が明るく希望に満ちたものになることを確信していた。穏やかな夜の瞑想。賢者は静寂に包まれた山頂を目指して森を歩いていた。木々の間から差し込む柔らかな光と鳥たちのさえずりが彼の心を穏やかにする。かつての都会での生活を思い出し、賢者は今の自分と向き合い始めた。忙しさに追われ、心の余裕を失っていたあの日々。しかし、ここに来て初めて自分が本当に求めていたものが見え始めた。自然と共に過ごすこの時間が心に平和をもたらしてくれる。山頂へと続く道のりは内なる探求の旅でもあった。過去の記憶を一つずつ手放し、心の重荷を解き放っていく。自然の美しさに触れるたびに、賢者の心は軽くなり、より深い瞑想へと導かれていくのだった。山道を歩く中、賢者はかつての都会生活を思い返していた。仕事に追われ、心が休まることのなかった日々。都会の喧騒と緊張が彼の心を蝕んでいたことを今になってようやく理解できる。それに対し、今の彼は自然と共に暮らし、心の平穏を得ている。目の前に広がる山々、風に揺れる木々、澄んだ空気が彼の心を満たしていた。この道を選んだことは間違いではなかったと確信する瞬間だった。自然の中で過ごすことで自分が本当に大切にすべきものが見えてくる。都会で失ったものをここで取り戻しているような感覚が賢者の胸に広がっていた。山道を進むたびに彼の心はさらに軽く穏やかになっていく。山頂に近づくにつれ、風景は徐々に変わり始めた。木々が減り、岩が目立つ荒涼とした地帯に差し掛かると、賢者の心に不安や恐れが顔を出す。この荒々しい風景が彼の内面の影を映し出しているかのようだった。賢者は立ち止まり、瞑想を始めることにした。不安や恐れは心の中に深く根を張っているものであり、向き合わなければ解放されることはない。彼は静かに呼吸を整え、心の中に入り込む。過去の苦しみや恐れが瞑想の中で一つ一つ浮かび上がり、それらを受け入れることで、賢者は次第に心の静寂を取り戻していった。瞑想を終えた時、彼の心はまた一つ深い安らぎを手に入れていた。ついに賢者は山頂にたどり着いた。目の前に広がる空と大地の境界が消え、彼は大きな解放感を覚える。賢者は静かに瞑想を始めた。深い集中の中で、彼の意識は過去と未来を超越し、ただ今という瞬間に存在する感覚に包まれていく。この永遠の今に、賢者は心の静寂を見出した。すべてのものが調和し、完全な安らぎが広がる。賢者の心には、もはや不安も恐れもなかった。ただ存在することの喜びと、自然との一体感が、彼の全身を満たしていた。山頂の風は、彼の髪を静かに撫で、
賢者は深い呼吸を一つ、そしてまた一つ、穏やかに繰り返した。その瞑想の中で、彼は心の中にある本当の静寂と出会ったのだった。瞑想を終えた賢者は、心の中に穏やかな平和を感じていた。彼はゆっくりと目を開け、山頂から広がる美しい風景を眺めた。すべてがありのままで完璧であることに、彼は深い感動を覚える。自然の一部としての自分を感じながら、賢者は静かに立ち上がった。そして、心の平和を手に入れたまま、ゆっくりと山を降り始める。森に戻る道すがら、彼の心は完全に澄み渡り、これからの人生を自然と共に生きることを誓う。静かな森の家へと戻り、賢者は新たな一日を迎える準備を整えていく。すべてが調和し、すべてが静寂の中で完結する。この旅路は彼にとって心の深い癒しと悟りの道であったことを賢者は静かに噛み締めていた。内なる世界への招待。春は日々の喧騒から逃れ、湖畔の小さな木造の小屋にたどり着いた。ここは静けさと自然に包まれた場所であり、彼にとって新たな瞑想の拠点となる。湖面は鏡のように澄み渡り、風がそっと水面を揺らす音だけが響いている。春は小屋の縁側に腰を下ろし、深く息を吸い込む、自然と一体になる感覚を求めて、彼は目を閉じ、心を内側へと向けていく。その瞬間、外界の音や風景が遠ざかり、ただ自分自身の呼吸と心の鼓動だけが意識に浮かび上がる。湖畔の静寂が彼の心に深い安らぎをもたらし、やがて彼はこの場所での新たな瞑想の日々を始める決意を固めるのだった。ある朝、湖畔の小屋で目覚めた春はいつものように瞑想の準備を整える。外に出ると涼やかな風が頬を撫で、木々がそよぐ音が耳に届く。彼はこの自然の中で風の囁きに耳を澄ませた。瞑想に入ると風が運んでくる音がただの自然音ではなく何か深い意味を持っていることに気づく。その音は古代から続く教えを彼に伝えようとしているかのようだった。春は瞑想を続け、風の音に身を委ねる。彼の心は次第に静まり、風の囁きが彼の内なる世界に響き渡る。その囁きは彼に忘れかけていた深遠な知恵と洞察を呼び覚ます。春はこの風の教えに導かれながら、自らの内面をさらに深く探求していくことを決意する。風の囁きを聞き続けるうちに、春は湖の底に何かが隠されていることに気づいた。湖の表面は静かで穏やかだが、その下には未知の世界が広がっているかのようだった。春は瞑想の中で心を湖の底へと沈めていく。湖水は彼の意識を浄化し、さらに深く沈むほどに隠された秘密が明らかになる予感がした。瞑想の中で彼は湖底に古代の遺物や忘れ去られた記憶が眠っている光景を現視する。それは過去の出来事や感情がまだ解消されずに存在していることを示していた。湖底での探索は春にとって一種の心の浄化儀式となる。彼はその深淵に隠された秘密に触れ、それを受け入れることで内なる平和を取り戻すための道を見つけ始める。湖底の秘密に触れた春は過去と未来の交差点を現視するようになる。瞑想を通じて彼は過去の自分が歩んできた道と未来の自分が進むべき道が交差する瞬間を目の当たりにする。その交差点には彼の人生における重要な出来事や決断が集まり、それぞれの道が示す意味が明確に浮かび上がっていた。春は瞑想の中でその交差点に立ち、
過去の痛みや迷い、そして未来への期待や恐れと向き合う。この過程で、彼は自分の人生の意味を再確認し、心の中にあった混乱が少しずつ解けていくのを感じた。彼は過去の自分を許し、未来への恐れを手放すことで、今この瞬間に集中し、内なる平和を取り戻していく。春は最後の瞑想を行うため、湖畔の小屋から外に出た。湖面は静まり返り、過去と向き合うための完璧な舞台となっていた。瞑想の中で、彼は湖に映る過去の影を目にする。それは彼が長い間抱えてきた痛みや迷いの象徴であり、彼の心を重くしていたものだった。しかし、彼はその影を恐れることなく、静かに見送る決意を固めた。影はゆっくりと湖の水に吸い込まれ、やがて完全に消えていった。湖は再び静寂を取り戻し、春の心にも深い平和が訪れた。彼は過去の重荷を湖に委ね、解放された心で新たな未来に向かって歩き出す準備が整ったのだ。瞑想の翼。葵は都会の喧騒から逃れるように山中のリトリート施設へと向かった。バスを降り立つと静けさに包まれた森が目の前に広がる。深い緑の中にひっそりと佇む施設はまるで別世界のようだった。木々の間を歩きながら葵は新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込む。どこか重かった心が少しだけ軽くなるのを感じた。施設に到着すると、優しい笑顔のガイドが出迎えてくれた。ガイドは、葵に施設の規則と瞑想の基本を説明し、静かな声で言った。ここでは、心を解き放ち、自分自身と向き合う時間を大切にしましょう。その言葉に、葵は軽くうなずいた。瞑想を始めた理由は、自分でもはっきりとは分かっていなかった。ただ、心の中の何かが変わることを望んでいたのだ。都会での生活に疲れ、創造性も失われたように感じていた。ここで何かを見つけられるかもしれない。そんな期待が胸に芽生えていた。施設の広間に入り、薄暗い中で、葵は初めての瞑想を試みた。深呼吸をし、目を閉じる。静寂がゆっくりと広がり、周囲の音が徐々に遠のいていく。心の中に浮かび上がるのは、過去の記憶と感情の断片だった。芸術大学での苦悩の日々、孤独と混乱の中で迷っていた自分自身。瞑想の中で、それらの感情と向き合いながら、葵は少しずつ心を解きほぐしていく。瞑想が終わる頃、葵は涙が頬を伝うのを感じた。それは悲しみだけではない、何か新しい感覚だった。目を開けると、ガイドの柔らかな笑顔がそこにあった。今の涙は、あなたが心を解放し始めた証です。ゆっくりと進んでいきましょう。葵は深く息をつき、微笑んだ。ここから始まる新たな旅に、一歩踏み出したことを感じていた。瞑想リトリート施設での初めての朝、葵は早朝の森の散策に出かけることにした。夜明け前の空気はひんやりと心地よく、木々の間を歩くたびに足元の葉がかさりと音を立てた。太陽がゆっくりと昇り始め、木漏れ日が小道に差し込む。その光は柔らかく、まるで葵の心を温めてくれるようだった。森の中を歩きながら、葵は自分の呼吸に意識を向けた。深く吸い込み、ゆっくりと吐き出す。自然の音に耳を澄ませると、鳥のさえずりや木々のはすれの音が心地よく響いてきた。その中で葵は静かな心の声を聞き始める。何を求めてここに来たのか？その問いがふと頭をよぎった。都会での生活を離れ、なぜここに来たのか。瞑想によって何を得たいのか、葵は自問自答を始めた。芸術大学での混沌とした日々、創作に行き詰まり、孤独を感じていた自分。仲間と共に過ごしながらも、自分だけが異質な存在であるかのような孤独感。
そんな感情が瞑想を通じて浮かび上がるのを感じていた。深い森の中に入り、ひときわ大きな木の下で立ち止まる。葵はその木を見上げ、まるで森の守護者のように感じた。静かにその根元に腰を下ろし、もう一度瞑想を始めた。今度は森全体のエネルギーを感じるように、自然の中に溶け込んでいく。目を閉じると、森の静けさが心の中にも広がり始めた。そこには都会の喧騒も過去の苦悩も存在しない。ただ、深い静寂と安らぎがあった。葵は自分が自然の一部であることを感じながら、深い呼吸を続けた。すると、森の中から、かすかに人の声が聞こえてきた。驚いて目を開けると、一人の年配の女性が、葵の近くに立っていた。施設のガイドである彼女は、穏やかな表情で微笑んでいた。あなたの瞑想は深まっていますね。自然とつながることで、心の声も聞こえてくるようになるのです。葵は、その言葉にうなずいた。確かに、今まで感じたことのない静けさと、安らぎが心の中に広がっている。そして、その静けさの中で、自分が何を求めているのかが、少しずつ見えてきた気がした。自分自身と向き合うことは怖いこともありますが、同時に新しい自分を発見する旅でもあります。焦らずに、ゆっくりと進んでいきましょう。女性はそう言って森の中に戻っていった。葵はその背中を見送りながら深く息をついた。この森の中で自然の静寂とともに自分自身を見つける旅が始まったのだと実感した。森での瞑想を続けるうちに、葵は少しずつ心の中に静けさを見つけ始めた。施設での生活にも慣れ、日々の瞑想や散策を通じて心が軽くなるのを感じていた。しかし、ある日、葵の中にまたしても不安が湧き上がった。瞑想中に浮かび上がる過去の記憶が彼の心を揺さぶったのだ。それは芸術大学での一場面だった。葵はキャンバスに向かい必死に筆を動かしていたが、心の中には不安と焦りが渦巻いていた。周囲の友人たちは次々と素晴らしい作品を完成させていく中、自分だけが何も生み出せないように感じていた。教授の厳しい視線が葵の背中に突き刺さるようで、創作に対する自信を完全に失っていた。その記憶が鮮明に蘇り、葵の心は再び重く沈んでいった。目を開け森の中を見つめながら、葵は自分がまだその過去の影に囚われていることを実感した。どうしてこんなにも過去に囚われてしまうのだろうか。葵は自問した。静かな森の中で風が木々を揺らし、葉がかさりと音を立てる。彼の心は不安定で、今にも崩れそうだった。その時、リトリート施設の主任である老人が葵のそばに座った。彼は穏やかな笑顔を浮かべ、静かな声で言った。過去の出来事は私たちの一部です。でも、それにとらわれ続ける必要はありません。瞑想を通じて、私たちは過去をただの経験として受け入れ、そこから解放されることができるのです。葵はその言葉に耳を傾けた。老人の言葉は深く、心に響いた。でも、どうすればその影から解放されることができるのでしょうか？葵は問いかけた。それは、自分自身を許すことから始まります。老人は静かに言った。私たちは完璧ではありませんし、失敗や挫折は誰にでもあるものです。しかし、それを自分自身への攻撃として捉えるのではなく、学びの一部として受け入れることが大切です。葵は深く息を吸い込み、その言葉を胸に刻んだ。瞑想を続けることで、過去の影をただの影として捉え、自分自身を許し、新たな一歩を踏み出すことができるのではないか。そう思ったとき、心の中に一筋の光が差し込むように感じた。その日の夕方、葵は再び瞑想の時間を持つことにした。森の中で目を閉じ、深い呼吸を繰り返す。過去の記憶がまた浮かび上がってくるが、今度はそれに対する恐れは感じなかった。むしろ、その記憶をただ見つめることで、徐々に心の中の重みが軽くなっていくのを感じた。私は私のままでいいのだ。葵は心の中でそうつぶやき、
自分を抱きしめるような気持ちで瞑想を続けた。過去の影に向き合いながらも、それにとらわれるのではなく、新しい光を見つける旅が、彼の心の中で始まっていた。葵は毎日の瞑想と自然の中での散策を続けるうちに、心の中のざわつきが次第に静まっていくのを感じていた。朝日が差し込む森の中で、彼は瞑想の深さが増していくのを実感していた。瞑想を通じて、葵はただ自然と共にあることの心地よさを見つけ始めていた。ある日、施設の周りを散策していると、小川のせせらぎが耳に入ってきた。葵は、その音に誘われるように、小川へと向かって歩き始めた。小さな石橋を渡り、小川のほとりに座って、水面を見つめる。流れる水は澄んでいて、その中には小さな魚たちが泳いでいる。葵は、その光景を見つめながら、心が穏やかに満たされていくのを感じた。この水も、木々も、鳥たちも、すべてがここで生きているんだ。葵はそう思いながら、自然との一体感を味わった。瞑想の中で感じていた孤独感は、自然の中に溶け込むことで、和らいでいった。森のすべてが生きていることを感じ、自分自身も、その一部であることを実感する。孤立していたように思えた心も、自然の一部として存在していることに気づかされた。その時、葵の目の前に、一羽の白い鳥が降り立った。美しい羽を広げたその鳥は、まるで天使のように見えた。鳥は、一瞬葵の方を見て、優雅に飛び去っていった。その姿に心を奪われた葵は、しばらくその方向を見つめていた。この鳥のように、私は自由に飛べるのだろうか。葵は、静かに自問した。自分の心の中の葛藤や不安を乗り越え、自由に生きることができるのか。そんな思いが浮かんできた。その夜、施設の中庭で行われる瞑想の集いに参加した葵は、鳥のことをガイドに話した。ガイドは静かにうなずき、微笑みながら言った。あの鳥は自由な魂の象徴です。私たちもまた、そのように心を解放し、自由に生きることができるのです。あなたが感じたその感覚は、心の目覚めを示しているのかもしれません。葵は、その言葉に心を打たれた。瞑想を通じて、自分の心を解放し、自由に生きること。それが今、自分にとって、最も大切な課題であると感じた。自然と調和し、自分自身とも調和すること。それが新たな自分を見つけるための道なのだと、悟った。その晩、葵は再び瞑想に入った。心の中に白い鳥を思い浮かべ、その翼に乗って、心の中を飛び回る。森を越え、山を越え、空高く舞い上がる。自由であることの喜びを感じながら、葵は心の中で大きく息を吸い込んだ。私は自由だ。その言葉が葵の心の中に響き渡った時、彼は新しい自分に出会えたような気がした。数週間が過ぎ、葵の心はますます穏やかになっていった。山中のリトリート施設での日々を通じて、彼は自分自身と深く向き合い、過去の重荷を少しずつ手放してきた。瞑想と自然の力が葵の心を開き、新しい視点を与えてくれたのだ。ある晴れた日の朝、葵は施設の庭で最後の瞑想を行っていた。深い呼吸をし、目を閉じる。瞑想の中で彼は自分の心の中に広がる翼を感じた。それは自由に広がる翼。もう過去にとらわれることなく、未来へ向かって飛び立つ準備が整ったことを示しているようだった。心の中に浮かび上がるのは、あの白い鳥の姿。鳥は葵に微笑むように羽ばたき、広い空へと舞い上がる。その姿に導かれるように、葵もまた心の中で翼を広げ、空へと飛び立つ。広がる青空の下で、彼は自分自身の新しい道を見つけた。瞑想を終え、葵はゆっくりと目を開けた。目の前には、施設のガイドたちが立っていて、優しく微笑んでいた。あなたの旅は、これで終わりではありません。この先も続いていきます。ガイドの一人が静かに言った。葵は、その言葉にうなずき、胸が熱くなるのを感じた。このリトリート施設での経験は、彼にとって新たな出発点だった。
ここで得たものは自分を解放し、より自由に生きるための力だった。そしてその力を持って再び都会の生活に戻ることを決意した。ありがとうございました。葵は感謝の言葉を口にし、深く頭を下げた。ガイドたちはその姿を見守りながら静かに微笑んでいた。荷物をまとめ施設を後にするとき、葵はもう一度深呼吸をした。森の香りと山の静けさを胸いっぱいに吸い込み、そして新たな一歩を踏み出した。彼の心には再び都市の喧騒の中に戻っても内なる静けさと平和を保つことができる自信があった。白い鳥の翼のように葵は今自由であった。未来に向けて新たな旅を始める準備ができていた。彼の心には希望と決意が満ち溢れていた。静寂の深淵。ナオミは静かな湖畔の家に引っ越してきてから数週間が経った。都会の喧騒から離れ、静寂に包まれたこの場所での生活に少しずつ慣れてきた。湖面はいつも穏やかで朝日が差し込むと水面がキラキラと輝く。その光景を見ながら、ナオミは深呼吸をして一日を始めるのが日課となっていた。ある朝、ナオミは湖のほとりに座り、瞑想を始めた。湖の静かな波音と鳥のさえずりが彼女の心を沈めてくれる。目を閉じ、深く息を吸い込む。ゆっくりと吐き出すたびに、心の中のざわめきが少しずつ消えていくようだった。瞑想をすることで、ナオミは心の中に溜まった悲しみや不安が溶けていくのを感じていた。瞑想を通じて、ナオミは過去に失った愛する人との記憶が蘇ることがあった。彼との思い出は甘く、しかし、同時に胸を締め付けるような痛みも伴っていた。湖の静けさの中で、その思い出と向き合うことが、ナオミにとって癒しの時間となっていた。彼女は瞑想を続けることで、その悲しみを少しずつ手放し、心の中に新たな光を見つけようとしていた。私はこの静寂の中で何を見つけるのだろう。ナオミは静かに自問した。湖の水面に映る自分の姿を見つめながら、彼女は新たな始まりを感じていた。瞑想を続けることで自分の内側にある静寂の深淵へとさらに深く進んでいく。そこで何を見つけるのか、それはまだわからない。だが、ナオミはその旅を始める準備ができていた。ナオミは湖畔の家での静かな生活に徐々に心地よさを感じるようになっていた。毎朝、湖のほとりで瞑想をすることで、心の中に少しずつ静けさが広がっていくのを感じていた。瞑想を通じて、彼女は過去の悲しみと向き合い、それを受け入れるための力を得ていた。ある日、湖のほとりに座って瞑想を始めたナオミは、湖面に自分の姿が映るのを見た。その姿は、どこか疲れ果てたようにも見えたが、同時に何か新しい光が宿っているようにも感じられた。ナオミは目を閉じ、湖の静かな波音に耳を澄ませた。心の中に広がる静寂に身を委ねることで、彼女は過去の痛みから解放される感覚を味わっていた。私は、本当にこの静寂の中で何かを見つけることができるのだろうか？ナオミは心の中で問いかけた。瞑想を深めるたびに、彼女は過去の記憶と向き合う時間が増えていった。愛する人を失った時の痛み、その喪失感がまだ心の中に深く根付いているのを感じていた。その日の午後、ナオミは湖のほとりを散歩しながら、静かな波の音に耳を澄ませていた。湖の中に浮かぶ小さな島が目に入り、彼女はふとその島へと渡ってみることにした。小さなボートを使って島に渡ると、そこには美しい木々と静かな自然が広がっていた。ナオミはその景色を見ながら深く息を吸い込んだ。島の中心には古い石のベンチがあった。ナオミはそのベンチに腰を下ろし、再び瞑想を始めた。目を閉じ、心の中の静寂に身を委ねる。すると、心の中に浮かび上がるのは、愛する人との思い出だった。
彼の優しい笑顔と二人で過ごした穏やかな日々。ナオミはその記憶を胸に抱きながら静かに涙を流した。もう過去にとらわれるのはやめよう。ナオミは心の中でそう決意した。過去を手放すことで自分の心に新たなスペースを作り出し、そこに新しい何かを見つけることができるのではないか。彼女はその思いを抱きながら深い瞑想に没頭した。その夜、湖のほとりに戻ったナオミは星空を見上げながら深く息を吸い込んだ。彼女の心の中にはまだ不安や迷いが残っていたが、それでも前に進む力を感じていた。ナオミは湖の水面に映る自分の姿を見つめ、静かに微笑んだ。彼女は心の静寂の深淵へとさらに深く進む準備ができていた。ナオミは湖畔の家での生活を続ける中で、日々瞑想の深さが増していくのを感じていた。瞑想のたびに、心の奥底にある静寂と向き合い、自分自身の本当の声を聞こうとしていた。彼女は過去の痛みを少しずつ手放し、新しい自分を見つけるための旅を続けていた。ある日の早朝、ナオミは湖のほとりで瞑想を始めた。風が木々を揺らし、波音が穏やかに響く中で、彼女は目を閉じ、深く呼吸をする。心の中に広がる静けさに身を委ねると、またしても過去の記憶が浮かび上がってきた。愛する人との別れの瞬間、その痛みがまざまざと蘇る。なぜ、まだこんなにも痛みが残っているのだろう。ナオミは心の中で自問した。瞑想を通じて自分を解放しようとしているのに、なぜこの記憶は彼女を苦しめ続けるのだろうか。彼女はその答えを求めて瞑想をさらに深めていった。瞑想が深まる中で、ナオミは心の中にいるもう一人の自分と出会った。それは過去の自分、愛する人を失ったばかりの頃の自分だった。泣いているその自分に対して、ナオミは静かに手を伸ばした。もう泣かなくていいんだよ。ナオミは心の中でその言葉をかけた。過去の自分は驚いたように彼女を見つめ、そして徐々にその表情が和らいでいった。でも、どうしてこんなにも辛いの？過去の自分は問いかけた。ナオミはその問いに対し静かに考えた。そして瞑想を通じて見えてきた真実に気づいたのだ。それは、あなたがその痛みをずっと抱えてきたから、手放すことが怖かったんだね。でも、もう大丈夫。私は今、ここにいる。そして、あなたを受け入れる準備ができている。ナオミはその言葉を心の中で伝えた。過去の自分はその言葉に涙を流し、そして静かに消えていった。ナオミは深い呼吸をし、瞑想を続けた。心の中に広がる静寂は今まで感じたことのない深さと安らぎを持っていた。瞑想を終えたナオミは湖の水面に映る自分の顔を見つめた。そこには過去の痛みを受け入れ、そして手放すことができた自分がいた。彼女は新しい始まりを感じ、深い安堵の息をついた。その夜、ナオミは満天の星空を見上げながら、心の中で新しい決意を固めた。彼女は過去の痛みを手放し、未来へと進む準備ができたのだ。静寂の中で見つけた自分自身を信じて、これからも歩み続けると。ナオミの瞑想の日々は続き、彼女の心はさらに深い静寂へと進んでいった。湖畔の生活は彼女にとって自然との対話であり、自分自身との対話でもあった。瞑想を通じて過去の痛みを手放し、新しい視点で自分自身を見つめることができるようになったナオミは、次第に心の中に新しい光を見つけ始めた。ある日、ナオミは湖の反対側にある丘に登ることにした。その丘は彼女がまだ一度も訪れたことのない場所で、湖全体を見渡せる絶景のスポットだった。朝の光が湖面に反射し、まるで鏡のように輝いているのが見える。ナオミはその光景に胸が高鳴るのを感じた。丘の頂上に着くと、ナオミは静かに湖を見下ろした。湖は穏やかで、その水面には空の青さと周囲の木々が映し出されていた。その美しい光景に、ナオミは心が洗われるような気持ちになった。
彼女はその場に座り、深呼吸をして瞑想を始めた。目を閉じ、心の中に広がる静寂に意識を集中する。すると、心の中に再び愛する人の姿が浮かび上がった。しかし、今回は違っていた。彼の姿は穏やかで微笑んでいた。ありがとう。彼の声が聞こえたような気がした。ナオミはその言葉に驚き、そして涙が頬を伝った。彼女はその涙が悲しみではなく、感謝と解放の涙であることを感じた。彼と共に過ごした日々は、決して消えることはないが、その記憶はもう彼女を縛るものではなくなっていた。ナオミは深い呼吸を繰り返し、心の中で彼に別れを告げた。さようなら。そしてありがとう。彼女はそう心の中でつぶやき、深い瞑想を続けた。すると、心の中に新しい光が差し込むのを感じた。それは未来の光、これから進むべき道を示す光だった。瞑想を終えると、ナオミは目を開け、広がる景色を見つめた。湖の水面に映る光が、まるで新しい未来を祝福するかのように輝いていた。彼女は、その光景を見ながら、心の中で新たな決意を固めた。私はもう過去にとらわれることはない。これからは新しい未来を見据えて、歩んでいく。ナオミは、そう心に誓い、ゆっくりと立ち上がった。丘を降り、湖畔の家へと向かう途中で、彼女は心の中に一つの確信を抱いていた。静寂の中で見つけた、深淵の先には、新しい自分が待っている。ナオミは、その未来に向かって、力強く一歩を踏み出した。ナオミの心は、新しい決意で満たされていた。湖畔の家での日々を通じて、彼女は瞑想の中で静寂を見つけ、自分自身と深く向き合うことができた。そして、過去の痛みを受け入れ、手放すことで、未来への光を見出すことができた。ある朝、ナオミは湖のほとりで最後の瞑想をすることにした。朝日がゆっくりと湖面を照らし、その光が水面に反射して、キラキラと輝いている。ナオミはその美しい光景を見ながら、心を沈めて深呼吸を繰り返した。目を閉じると、彼女の心の中には広大な静寂が広がっていた。そこにはもう過去の痛みや不安はなかった。あるのはただ穏やかな安らぎと未来への期待だけだった。ナオミはその静けさに身を委ね、心の中で新しい自分に出会う準備が整ったことを感じた。私はこの静寂の中で新しい道を見つけた。ナオミは心の中でそうつぶやいた。彼女は瞑想を終え、ゆっくりと目を開けた。目の前には彼女が愛する湖の風景が広がっていた。水面に映る自分の姿がまるで新しい自分を示しているかのようだった。その時、ナオミは決意した。これからはこの湖畔の家を離れ、新しい場所で新しい生活を始めることを。静寂の中で見つけた自分自身を信じて、新しい冒険に出る準備ができたのだ。ナオミは湖のほとりで立ち上がり、深呼吸をした。ありがとう。湖ありがとう。静寂の中で見つけたすべてのこと。ナオミは湖に向かってそうつぶやき、微笑んだ。彼女の心には感謝と希望が溢れていた。荷物をまとめ、ナオミは湖畔の家を後にした。背中には小さなバッグだけを背負い、新しい道へと一歩を踏み出した。振り返ると、湖は静かに彼女を見送っているようだった。その静けさは、これからの彼女の旅を見守ってくれているように感じた。ナオミは新しい一歩を踏み出しながら、心の中で静かな喜びを感じていた。彼女の旅はまだ始まったばかりだ。静寂の中で見つけた自分自身を信じて、これからも彼女の歩みは続いていく。未来への道は静かに、しかし確かに広がっていた。自己発見のための瞑想。春は都会の喧騒から離れ、深い森の中のキャビンに移り住んだ。周囲を取り囲む高い木々の間から漏れる柔らかな光は、
まるで春の心を温めてくれるようだった。都会の生活で感じていた、喧騒やプレッシャーから解放された今、春はこの森の静寂の中で自分自身を見つめ直すことにした。初めてキャビンに足を踏み入れたその日、春は窓から見える森の風景に心を奪われた。風が木々を揺らし、葉のざわめきが静かな音楽のように響いてくる。春は深呼吸をし、その新鮮な空気を胸いっぱいに吸い込んだ。ここなら、きっと自分を見つけられる。そんな期待を胸に抱きながら、春はキャビンの中で初めての瞑想を始めた。春はキャビンの床に座り、静かに目を閉じた。深呼吸を繰り返しながら、心を鎮める。自然の音が彼を取り囲む中、心の中のざわめきが少しずつ消えていくのを感じた。都会での生活では味わえなかった深い静寂が、今、春の心に広がっていく。私は本当の自分を見つけたい。春は心の中でそう願った。瞑想を通じて自分のアイデンティティを見つけるための旅が始まる。静寂の中で感じるこの感覚が彼を導いてくれることを信じながら、春は自然と共に生きることを選び、その中で自分自身を再発見する旅を続けていく。森の静寂の中で春は新たな始まりを感じていた。自分自身との対話を通じて彼が見つけるものは何なのか。その答えを求める旅は今まさに始まったばかりだった。春は毎日のように森の中で瞑想を続けていた。キャビンの周囲には高い木々が広がり、その間を風が吹き抜けるたびに葉が囁くように揺れる。春はその音に耳を傾けながら心の中の静けさを感じ取ろうとしていた。瞑想の中で自然と一体化する感覚を得ることが彼にとっての自己発見の手がかりだった。ある日、春は森の奥深くへと足を進めることにした。キャビンから少し離れた場所に古い樹齢の木が立ち並ぶエリアがあると聞いていた。その木々は森の精霊の住処と呼ばれており、地元の人々の間では神聖な場所とされていた。春はその場所に惹かれ、瞑想の場としてふさわしいかもしれないと考えたのだ。森の中を歩くうちに、春は深い静寂に包まれているのを感じた。鳥のさえずりも、風の音も、次第に遠のいていく。ただ、足元の葉を踏む音だけが、彼の存在を知らせるように響いていた。やがて、目の前に大きな樹木が現れた。その木は、他の木々とは、一線を画すようにそびえ立ち、周囲の空気を一変させるような存在感を放っていた。春は、その木の根元に腰を下ろし、深呼吸をして、瞑想を始めた。目を閉じ、心の中に広がる静寂に意識を集中する。すると、心の中に、不思議な感覚が生まれた。まるで、木が語りかけてくるような、そんな感覚だった。私たちはいつもここにいる。自然と共に生き、自然の声を聞くことを忘れないで。その声は穏やかでどこか懐かしい感じがした。春はその言葉を胸に刻みながら深い瞑想に没頭していった。自然の中で心の声に耳を澄ませることの大切さを感じたのだ。瞑想を終えると春はゆっくりと目を開けた。目の前には大きな木がそびえ立ち、その存在感が一層強まっているように感じられた。春はその木に向かって静かにお辞儀をし、感謝の気持ちを捧げた。彼はこの場所で心の中の静けさとともに何か大切なものを見つけたような気がした。キャビンに戻る道すがら、春の心は静かに燃えていた。森の中で感じたあの不思議な感覚、それは彼にとって新たな発見だった。自然と共に生きることで自分自身の本当の姿を見つけることができるかもしれない。春はその期待を胸に抱きながらキャビンへと戻っていった。春は毎日森の奥深くへと足を運び瞑想を続けていた。彼は森の精霊の住処とされる場所での瞑想を日課とし、そこでの静けさと一体感を求めていた。自然との深いつながりを感じるたびに彼の心は穏やかになり、自己発見の旅が少しずつ進んでいるように思えた。ある朝、いつものように森の中へ向かって歩いていると、春はふと今まで気づかなかった小さな道に目が止まった。
細く曲がりくねったその道は、さらに奥へと続いているようだった。彼は興味を持ち、その道を進んでみることにした。木漏れ日の下で足を進めるたびに、周囲の空気が変わっていくのを感じた。道を進んでいくと、やがて森が開け、小さな池にたどり着いた。池の水は透き通っており、その中には小さな魚たちがゆっくりと泳いでいた。水面には木々の葉が浮かび、風に揺れて囁くように音を立てていた。この場所に初めて訪れた春は、その静けさと美しさに心を奪われた。春は池のほとりに座り、再び瞑想を始めた。目を閉じ、深い呼吸を繰り返す。自然の音が心地よく響き、心の中の静けさがさらに深まっていくのを感じた。すると、心の中に再び不思議な感覚が生まれた。あなたが求めるものは、すでにここにある。ただ、それを感じる心を持つことが大切です。その声は以前に聞いた森の声と同じく穏やかで優しかった。春はその言葉に耳を傾けながら自分の心の中にあるものを感じ取ろうとした。瞑想が深まる中で、春は自分の中にある不安や恐れが少しずつ溶けていくのを感じた。それらは都会での生活や他人の期待に応えようとする中で蓄積されたものだった。自然の中で瞑想を続けることで、春はそれらの感情がただの通り過ぎる雲のようなものであり、本当の自分を隠しているだけだと気づいた。私はこの静寂の中で本当の自分を見つけたい。春は心の中でそう願い、瞑想を続けた。彼の中には過去の自分を超え、新しい自分を見つけるための強い意志があった。自然との対話を通じて、彼はその答えを探し続ける。瞑想を終えると、春は池のほとりに腰を下ろし、目の前の美しい光景を見つめた。池の水面に映る自分の姿は、どこか以前よりも穏やかで落ち着いているように見えた。彼は自然との深い対話を通じて、自分自身を理解する手がかりを見つけたように感じた。キャビンに戻る途中、春の心には新しい決意が生まれていた。彼はこの森の中でもっと多くのことを学び、そして自分自身を見つける旅を続けることを決意した。自然の中で見つけた静寂とともに、彼の旅は続いていく。春の瞑想の旅は続いていた。森の中で過ごす日々は、彼の心に深い安らぎをもたらし、同時に新たな発見をもたらしてくれていた。春は森の精霊の住処や小さな池のほとりで瞑想を続けながら、自然と一体になる感覚を深めていた。瞑想を通じて自分の中に潜む本当の声を聞くことができるようになったのだ。ある晩、春はキャビンの外で満天の星空を見上げながら瞑想を始めた。静かな夜の中で彼は心の中に浮かび上がる感情や思考をただ受け入れることにした。都会での生活や過去の出来事がまるで遠い記憶のように心の中を流れていく。私は誰なのか？本当の自分はどこにいるのか？春は心の中で問い続けた。彼の中には常に周囲の期待に応えようとする自分と本当に求めているものが何かを探している自分がいた。瞑想を通じて春はその矛盾と向き合い、内なる声を聞くための時間を持つことができた。瞑想が深まる中で春は心の中にある一つの光景を見た。それは彼が子供の頃、家族と共に過ごした静かな田舎の風景だった。両親と共に広い草原を駆け回り、無邪気に笑い合っていた日々。その時の彼は、ただ自然の中で自由に生きることの喜びを感じていた。春はその記憶が今の自分にとって何を意味するのかを考えた。私は自然と共に生きることが自分にとっての幸せだったんだ。春は心の中でそうつぶやいた。都会での生活で忘れてしまっていたその感覚を今森の中で再び見つけることができたのだ。自然の中で過ごす時間が彼の心を癒し、本当の自分を見つける手助けをしてくれていたのだと気づいた。その時、春は心の中に強い感覚を感じた。まるで新たな目覚めが訪れたかのように、彼の中にあるすべての迷いや不安が消え去り、ただ純粋な喜びと安らぎだけが残った。
彼は深い呼吸をし、心の中で感じたその感覚を大切に抱きしめた。私は、ここにいる自然の中で、そして自分自身の中で。春は、そう心の中でつぶやき、満ち足りた気持ちで瞑想を終えた。彼の中には、これまで感じたことのない強い自信と安らぎがあった。キャビンに戻る途中、春は満天の星空を見上げながら、心の中で新たな決意を固めた。彼は、この森の中で見つけた自分を信じて、これからも自然と共に生きることを選ぶことにした。自己発見の旅はまだ続くが、春の中には確かな道が見えていた。春の心は新たな気づきで満たされていた。森の中で過ごした日々は彼にとって自己発見の旅であり、同時に自然との深い対話の時間でもあった。瞑想を通じて自分の中に潜む本当の声を聞くことができるようになり、彼は自分が何を求めているのかをようやく理解することができた。ある朝、春はキャビンを後にする決意を固めた。森の中での生活は彼に多くのことを教えてくれたが、今度はその学びを胸に新たな場所へと旅立つ時が来たのだ。荷物をまとめ、キャビンのドアを静かに閉めた。彼はキャビンに向かって深くお辞儀をし、感謝の気持ちを捧げた。ありがとう、森ありがとう、自然の中で見つけたすべてのこと。春は心の中でそうつぶやき、微笑んだ。彼の心には静かな決意と未来への希望が満ちていた。春は森の小道を歩きながら、これまでの日々を振り返った。自然との対話を通じて、自分自身を深く理解することができたことを思い出した。都会での生活では感じることができなかった静けさと安らぎを、この森の中で見つけることができた。彼はその感覚を大切に胸に刻みながら未来への道を歩き始めた。森を抜けると目の前には広がる青い空と広い草原が見えてきた。春はその景色を見つめながら深呼吸をした。自然と一体になる感覚が再び彼の心を満たし、彼は新たな一歩を踏み出す準備が整ったことを感じた。私は自然と共に生きることを選ぶ。春は心の中でそう決意した。彼の中にはこれまでの旅で得たすべての経験と学びが詰まっていた。それは彼にとって大切な財産であり、これからの人生を導いてくれる指針でもあった。春は草原を渡り、遠くに見える次の目的地へと歩みを進めた。心の中には静けさと決意があり、自然との新たな旅が始まったことを確信していた。彼の旅はまだ終わらない。自己発見の旅は続いていくが、春の心にはすでに確かな道が見えていた。ありがとう、森また会いましょう。春は心の中でそうつぶやき、未来への一歩を踏み出した。彼の中には新たな希望と自分自身を信じる力が満ち溢れていた。